鉄道港湾化の歴史第1話、国鉄誕生と港湾制度について。はじめに、鉄道港湾間、正式には鉄道港湾職員と呼ばれる人たちのお話を動画でアップさせていただこうと思っています。機会を見つけてですね、詳細をブログでも語らせていただく予定にしております。鉄道港湾職員はいわば国有鉄道施設における警察官でした。警備員と異なるのは司法権を持っていたことであり、令状請求権などもあったことです。また武器の携帯も許可されており、拳銃の使用も可能でしたが、実際の警上、夜間のそういう警備ですね、の乗車などでは拳銃を持つということはなく、その辺はですね、警察官とは異なるところではありました。また適用範囲っていうのは鉄道敷地内だけということで、限定的なためね、市中で鉄道施設等を破壊した被疑者を発見してもですね、直接逮捕はできず、地元警察に依頼するとかですね、そういう点が若干異なっていました。あと鉄道港湾職員はあくまでも国鉄の職員であり、警察組織に所属するのではなく、港湾室長から駅長にとって転身もありました。この辺がですね、警察官とは異なるところです。宣伝の港湾制度と関連法制。宣伝には鉄道港湾制度はありませんでしたが、不特定多数の利用がある鉄道にあって、その秩序を維持するものとして、旧刑事訴訟法第251条で、森林、鉄道その他特別の事項につき、司法警察管理の職務を行うべきもの、及びその職務の範囲は勅令をもってこれを定むとされており、それを受けて、鉄道省では大正12年、勅令第528号、司法警察管理及び司法警察管理の職務を行うべきものの指定等に関する件に基づき、司法警察職員の権限が与えられていました。具体的には、駅長、助役、車掌区長、車掌の中から、鉄道司法警察管理を選抜して、停車場と列車内の現行犯捜査に当たるとされていたそうです。その後のその権限は鉄道営業法違反の罪の現行犯に限定したことで有名無実化し、戦後の混乱から旅客巡察員、荷物事故防止巡察員の制度が設けられ、従来の司法警察官の権限を付与したのが始まりとされています。その後、新刑事訴訟法第190条並びにそれを受けた法律第234号、司法警察職員等指定応急措置法があり、車掌、駅長などにその権限が与えられました。終戦直後は日本は混乱の極みということでお話をさせていただこうと思うんですけれども、終戦直後の日本の混乱は凄まじくですね、当時の資料を参照しますと、暴行、傷害、窃盗、強盗、あらゆる犯罪が起こり、その発生件数は以下のように多数に及んでいました。大阪、神戸などの大きな駅では毎日、1日500件にも上る暴力事件が発生したとも言われています。実際に昭和23年から26年の事件を抜粋すると以下の通りです。いかに多くの問題が発生したかがわかります。ということで下の方に。昭和23年から26年までの戦後の混乱期と言われる時期の犯罪件数、これ一部なんですけど載せてるんですけども、強盗が年間83件とか54件。窃盗に至っては、だんだん25年、26年出すほど増えてるんですけども、5万件とかちょっと信じられない数字が出てます。あと暴行も増えてます。詐欺、恐喝、横領。で、刑にされていくのも、増えていくんで徐々に連帯の犯罪者数としては減っていくんですけども、それでも凄まじい数のそういう犯罪がやっぱり多かった。そういう時代があったということを知っていただければと思います。戦後の公安制度、司法警察権の付与ということなんですけども、このような世相を受けてですね、昭和21年には自衛的に職員に司法警察権を付与したものの、兼務では限界があることから、昭和22年、諸外国の制度に倣って、鉄道警備捜査専任者の制度が考慮され、これが鉄道公安職員の発端になったと言われています。ここからスタートなんですね。実際には GHQ の指示で詳細10ページで書かせていただきます。鉄道公安職員は国土職員の中から選抜されたもので以下の通りとなっていました。ということで、鉄道司法警察職員の指名は運輸大臣の定めるもの、
鉄道管理局長、公安本部長などが検査庁の県議制と協議すると。で、指名を受ける者は、日本国有鉄道の役員、駅長、駅の自役、車掌区長、車掌及び旅客講習の秩序維持、または荷物事故防止の事務を担当する者というふうに指定されていました。横に書いてますけども、県議制と、鉄道管理局長等がですね、話し合って、司法警察権の付与を与える職員っていうのをね、決めていったということですね。先ほどちょっと書きましたけれども、公安官の設立はもちろん GHQ からの指示でありました。GHQ、MRS ですね。で、昭和25年10月、国鉄線公安制度の躍進というのが抜粋させていただきますと、昭和22年1月5日、MRS の列車長兼公安庁から国鉄山口障害部長に宛てて、閣議において鉄道警察を整備すべくしという口頭の命令が発せされるや、国鉄としては直ちにその具体化に対する協議に入り、ようやく同年4月1日を期して公安官事務局を設置する運びとなった。したがって公安事務局の任務というのは、一切の鉄道防犯を強力に措置すると同時に、鉄道警察創設のための準備をすることであった。そこで同年7月には第1期の公安官を養成することとなり、鉄道部内から各鉄道局単位に約50名の職員を採用して、それぞれ教習所に特設公安課を設置し、2ヶ月ないし3ヶ月の訓練に当たり、これでようやく公安官の発足を見るに至ったのである。とありますが、公安官制度のね、設立とも GHQ からの指示だったということをね、理解していただければななんて思います。鉄道公安官の職務範囲ということでね、これもちょっと硬い内容で恐縮なんですけども、鉄道公安官の職務範囲は、当初は鉄道輸送における自衛目的であるとして、その範囲は鉄道施設内でかつ現行犯に限られるとなっていました。しかし、その運用方法には問題があったのではないかという議論が出てくるわけです。特にですね、吹田事件、これ1950年6月の24日なんですけど、から25日にかけてね、行われたデモ事件なんですけども、大阪府吹田市から豊中市一帯で発生した吹田総城事件っていうね、タイトルでも出てきます。デモのね、集団恣意行動には公安職員は対応できない。警察に委ねるべきではないかという意見などもね、あったそうです。こうしたことを受けてですね、昭和25年8月10日、法令が改正されることとなり、その権限が鉄道敷地内での秩序維持ということで、鉄道敷地内の犯罪捜査全般に拡大されることになりました。ここからはですね、公安官が独自の歩みを進めていくスタートになるんですね、これね。で、次ページに条文を一部抜粋してアップさせていただきましたということなんですけども、それを見ていただこうと思います。鉄道公安職員の職務範囲を定めた鉄道公安法誕生。総城事件などを受けて、鉄道公安職員に対して、その職務範囲の拡大と権限の拡大、武器の使用などが認められました。その背景には、刑事訴訟法の改正があり、証拠によらないと公判の維持が難しくなったことから、捜査をできるだけ専門的に行わなければならず、鉄道判断については、その専門性から公安官による捜査は絶対必要となり、鉄道公安職員の職務に関する法律第241号昭和25年8月10日が制定されることとなりました。ただし、鉄道公安には警察署のように留置場と呼ばれる場所もないため、事情聴取が終われば速やかに検察もしくは警察に身柄を引き渡すこととなっていましたが、事情聴取はね、公安で行うことや証拠固めの仕事は引き続き鉄道公安の仕事をされており、警察との連携を図ることが求められていました。また、公安官の職務に関する監督は、法務大臣ではなく、運輸大臣となるなど、異なっていましたということでね、さっき申し上げました通り、公安官はあくまでも警察とは別組織だということですね。その点ご理解いただければと思います。鉄道公安官の権限を縮小とする動きもということでね、こうして整備されてきた公安職員の職務拡大に対してですね、縛りをかけてしまおうっていうね、そういう動きも当然が出てきます。幸いですね、この法案は提出されたものの廃案に終わっているのですが、その法案とは、鉄道公安職員の職務に関する法律を廃止する法というものでした。議員提案のね、法案として出されているわけですけれども、これを
こういう法案が提出されたという事実をね、知っていただければと思います。詳細な内容はちょっと省略させていただきますけれども、現行の捜査権をですね、大幅に縮小させてということで、結果的にですね、労働運動などのね、取り締まりをさせないでおこうっていうね、そういう考えの延長にあったようです。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は鉄道港湾間の歴史ということで、誕生時のお話を中心にさせていただきました。それゆえに、無味乾燥な内容で面白くなかったと思いますが、これを見ていただければですね、終戦後の混乱期に誕生し、その後社会の成熟化とともに成長してきた鉄道港湾の概要を見ていただけると思います。鉄道港湾職員は国鉄職員の中から選抜されますが、捜査、指揮権などは運輸大臣となっており、車掌、駅長などに付与されていた特別司法警察員とはその適用法令が異なっていたというのも注目される必要があるかと思います。次回は鉄道港湾間の制服の話や実際の業務に関する話などをさせていただく予定にしております。